美味しいものがありゃどこまでも飯飯旅。 Season 6 今回の飯旅は札幌と小樽の中間銭箱界隈。それでは早速 Let's get it started. 1. 銭箱。その名の通りお金の入る箱と書く大変縁起のいい地名ですが、これにはニシン漁で湧いた歴史が関係しています。かつて明治から大正にかけてこの地域はニシン漁で猛烈に栄えました。どの漁師の家にも現金を入れるための銭箱が置いてあったということからこの地名がついたって話。めっちゃお金のパワースポットだね。ねえ、昔からよく来てるんだけどね、銭箱。あやかれてないみたいね。で 2. Komeko no Yaki Donuts Hati Hati。 2025年にオープンしたちょうどこの5月に1周年を迎えたばかりの米粉の焼きドーナツハティハティさん。古民家をリノベーションしたとっても可愛らしいお店。米粉のスイーツ増えてきましたね。やっぱ米食べましょう、ジャパン。焼きドーナツってあんまり美味しいイメージは持ってなかったのよね、今までは。はい、ところがつうとこどっかい。ショーケースに並ぶ美味しそうなドーナツの数々。ねえ、これは美味しそうだぞと何個か購入。見た目はドーナツだけど、持ったらスポンジケーキみたいに軽くって、食べるとふわもっちり。シフォンケーキと蒸しパンの中間みたいな不思議食感。生地に米粉、豆腐、豆乳が使われていて、油で揚げてないから超ヘルシー。だけども体重は減らんし。だけども甘さ控えめだからダイエット中でも罪悪感ゼロでペロリといけちゃう。だけど88だけに食べ過ぎには気ぃつけなはれ Hati や。 Hati。 はい。 3. Quatre Fuels Atelier Zenibako。 2020年にオープンした人気ベーカリー。店内撮影禁止なので今まではご紹介してこなかったのですが、やっぱり美味しいのでチラッとね。はい、この日はお昼の12時前にしてお目当てのクロワッサンが売り切れでね。チーンってことで翌日の朝リベンジしたらなんとかラス1のクロワッサンを発見。ギリギリセーフで捕獲。当別産スペルト小麦と発酵バター、そして自家製天然酵母を使ってなんと焼き上げるまでに3日間もかけてるんですって。3日間？すんごいよね。ほら食べてみっか。お味はかなりしっとりもっちり系でバターの風味が絶妙。バゲットも外カリ中持ちで、これ食べてたら美味しいシチューが猛烈に食べたくなっちゃったよ。わかる。 4. Kaizoku Sen。銭箱駅の目の前にある海賊船さん。ウェブレビューでも北海道で指折りの塩ラーメン、この値段でこのボリュームはすごいと絶賛の嵐だったので満を持してやってまいりました。昔から銭箱には来てるけど知らなかったっすね。外観がかなり渋くていい味出してる。実はこちらのお父さんが体調を壊されたこともあって、現在お昼の営業は火曜と金曜のみという出会えたら奇跡の幻レベルなんだぞ。あらま、お大事に。1日15食限定の海賊ラーメンを早速注文。出てきた瞬間、でかっ。ホタテ、イカ、つぶ貝、エビなど 6,7 種類の魚介類がゴロゴロ入っていて、お出汁とコクがこれでもかってくらいスープに溶け込んでんの。味噌ラーメン銭箱バージョンだね。麺は北海道らしいちぢれ麺だけどちょっと柔らかめだったのがアルデンターな私にはアルデンタ憂鬱。残念。アルデンタ？そんな言葉ある？なんとなくわかるでしょ。しかしマジこれ今まで食べた中で一番優しい塩ラー。お酒を飲んだ後の締めに食べてもこれなら絶対に罪悪感ゼロ。いいね、優しい磯塩ラーメン。海賊ラーメン。同級生のジャック・スパローにも教えてやらにゃね。フィクションと現実いろいろごっちゃになってる。 5. Dorayaki Kobasa。何度もご紹介してまいりましたどら焼き小バさん。あちこちのどら焼き専門店も散策してまいりましたが、ここがお気に入り。はい、特に季節のフルーツを使ったどら焼きが美味しいんです。特に桃が。しかし今回はいつも気になっていた串団子餅をいただきます。どら焼きの脇役だった餅たちがとっても美味しそうだったの。ねえ、ってことで和の心串団子ブラザーズから基本の3兄弟をいただきます。お団子は1個が大きくてでっかいね。この一玉で普通の3玉分ぐらいあるんじゃない？あるある。注文を受けてから焼き上げてくれるからおこげが香ばしくてびっくりするほど柔らかいの。ねえ、お団子でしょって舐めてるそこのあなた、食べたらお餅
餅のうまさに観念変わりますぞよ。みたらしは甘すぎず人生ナンバーワンの美味しさでした。ごまあんは黒ごまあんにすりごまかけてくれるから口の中ごまの香りでノーアウト満塁状態。攻めてんの？持ってんの。やっぱ今まさにその状態。時間が経っても硬くならないからお土産にも最高ね。どら焼きのティラミスも道産マスカルポーネとクリームチーズのほろ苦さにチョコチップのカリッと食感が絶妙ね。さすがっすわ。それと前回までは大丈夫だったんだけど、こちらのお店店内撮影禁止になりました。なんでも他のお客さんの迷惑になるぐらい大きな声でゴリ押し撮影始めた YouTuber がいたらしく、なので店内は写真でご紹介となりました。時々見かけるよね、同業者。てか食レポしながら撮影ってむずくない？俺たちには絶対無理。ねえ、私たちはアフレコじゃないと喋れないんで。でも撮影マナーには皆さん気をつけましょうね。はーい。 Today's Katsu Curry. Sobado Carlo Zenibakos Arashina. はい、銭箱のメインイベントでございます。後にはね。こちらは私が独断と偏見で勝手に決めている蕎麦屋のカツカレー日本トップ3のお店。変わらず美味しいかどうかの定期実食ってわけね。はい、大混雑の11時半過ぎに訪問したところ、店員さんから料理1時間ぐらいかかっちゃいますけど大丈夫ですかとアナウンスが。うわー、すごい。相変わらず大人気ね。じゃじゃーん。おやー、変わった。皿か。そうなんです。なんと皿が変わっちゃった。大好きなラグビーボール型じゃなくなっちゃったんだよね。なんかあの皿で食うとうまいんだよね。でも安心してください。味は変わらず最高。皆さん開店めがけて押し寄せるからね、ここんちは。特に開店直後は激混むんよね。1時くらいにはかなり空いてくるんですが、みんなお昼休みに食べたいからね。金はないが暇はある飯旅。余裕のよっちゃんイカで1時間後。余裕のよっちゃいか？渋子が前衛で食べてたタラタラしてんじゃねえよの姉妹品。姉妹品？ちょっと甘めだけど出汁の効いたシャバめのとろっとしたルーがシャッキリ玉ねぎとカツに絡み合ってうまい。もう最高のひとときでしたとさ。よかったね。ここもうまいよって蕎麦屋のカツカレー情報ございましたらタレコミお待ちしています。7. Kitano Kamakura. なんと大胆にも北の鎌倉なんて意味を唱える場合もございます。銭箱。鎌倉はちょっと違うかなと思いますが、北の材木座って感じでしょうか。材木座ですか？鎌倉の東側三浦半島寄りの海岸で、歴史ある下町の風情と海沿いの開放的な空気感が融合したエリアさ。遠浅で穏やかな波は初心者向けの初めて立てたっていう体験が多発する海岸で、老舗と新しいカフェなんかが混在する静かないいところなんだよ。あら、まるで銭箱のことのようじゃん。サーフスポットとしては銭箱は初心者向けではありません。むしろ初心者はおやめなさいゾーンって感じかな。玉石&リーフだし、ローカルがおっかなそうだし。そうなんだ。怖いね。 8. Lumia. 2025年1月、銭箱の注目スポット、銭箱テラスにオープンしたばかりのジェラート屋さん。銭箱テラスは他にも軽食やスイーツやサウナ屋さん、ログビルダーなんかがあってとっても楽しいゾーンなんだぞーん。はい、ログ仕立てのサウナに憧れる飯旅ーズでございます。いいよね、プライベートサウナ。湖のほとりに住んで水風呂は湖にダイブなんてのやってみたいな。ねえってジェラートよ、ジェラート。おっといけねえ。おいちゃんの大好物清見オレンジがあるじゃないかってことで、清見オレンジとベルガモット&オレンジのダブルオレンジをダブルでいただきます。なんかややこしいな。あれ、ダブルは大飴っていう名前なんだ。大飴。甘いさ、ジェラートだもの。清見オレンジはミルク感のあるマイルドでクリーミーな味わい。ミルクが多く混ざってて、オレンジのフルーツ感よりミルク感が強いかな。ベルガモットオレンジが独特の苦味と酸味が効いてて大人味ジェラート。かなり好きなタイプのジェラートだよ。いろいろ可愛い小物が並んでて楽しいお店。犬たちもテンション爆上がりの銭箱テラスでした。9. Otaru Country Club.
銭箱には北海道屈指のゴルフコースがございます。日本女子ツアーのニトリレディースが、また1990年と1999年には男子ツアー日本オープンが開催されたことでも知られる名門コースね。新コースに隣接する旧コースは北海道最古、ゴルフの原点と歴史を感じられる自然の地形をそのまま生かした9ホールズ。リンクス特有の海風や自然のくぼみによってできた微妙なアンジュレーション、ゴルフの原点と歴史を感じることができます。で、おいちゃんは新コースでしかプレイしたことないけど、私はニトリレディースを見に来ただけだけど、ボミちゃんが可愛かった。新コースはね、もうモンスターっすね。結構いろんなところでゴルフもしてまいりましたが、ここほどのモンスターコースはなかなかお目にかかれないのではっていうコース。なんか平らで簡単そうに見えるんだけどね。でしょう。尾崎直道プロが10オーバーで優勝した大会かな。10オーバー？プロが？松山千春さんがクラちゃん取ったことでも知られるコースです。すっげえ千春ね。ちなみにこちらのレストランのカツカレーは2500円。高っ、すごいね。Bernese. ラストは銭箱で鎌倉どころではありませんよ。ハワイ気分にどっぷり浸れるカフェレストランバーニーズさん。看板犬のダッチくんが出迎えしてくれます。オープンテラスもいいけど、2階席はプラス300円の有料スペースになっていて、銭箱の海を一望に落ち着いて食事を楽しむことができます。ハワイといえばロコモコ、そしてアサイーボール。アサイーってのはヤシ科の果実で、スーパーモデルやサーファーたちに人気のスーパーフードなんだぞ。ブルーベリーの18倍のポリフェノールを含み、鉄分、食物繊維、カルシウム、ビタミン E、そして良質な脂質であるオメガ3、6、9など、現代人に不足しがちな栄養が凝縮されているのです。369って麻雀みたいだね。は1990年代後半にブラジルのサーファーたちがハワイに持ち込んで、現地のフルーツやグラノーラと組み合わせたのがブームになったきっかけなんだって。しかしここでダジャレが来るとはね。ハワイでもダジャレ流行ってんのかな。は？何をおっしゃってんのかしら。朝食に最適なスーパーフードアサイーでしょ。本当だ、どうしましょう。アサイー自体は甘みがなくてあっさりしてるね。ちょっと渋みがあるからフルーツや蜂蜜と一緒に食べるようになったようですよ。ヘルシーなのは分かったけど、朝食にするにはちょっと値段が張りすぎ。まあ確かにね。でも付き合い始めのカップルとか不倫デートなんかにはいいんじゃないかな。なんで不倫？なんとなく。本当はね、ガーリックシュリンプも気になったんだけど、この直後サウナ予定だったので自粛。それが甘ないよね。まあな、高温多湿密室でのガーリックはね、厳しいよね。はい、気をつけて。はーい。ハテハテ。 Hattie Hattie. Jikai no mesha tabiwa. Gachi de mata tabathai. Sapporo ramen garoptaku yen kaiwai des. O tano shimi ni. See you soon. 飯旅ではいろんな地域の動画を公開しています。飯旅、地名で YouTube 検索して気になる地域の動画を動画ご覧ください。よろしくしなくく。何度もご紹介してまいりましたどら焼き小鉢屋さん。こまっちゃうな。ノーアウト満塁。はい、とっても美味しそうだったの。今まさにその状態。9回裏しかも。何これ、予知。予知してた。で、マジやばいんです。頑張れヒロミ。2ストライク先行。とかになれ。またボーン来ました。よし、こいつ三振取ろう。おた。抑えた。抑えた。イエーイ。すごい。耐えたね。久しぶりの男になりました。嬉しい感じ。ありがとうございます。よしよしよし。ゲームグッドゲーム。よくノーアウト満塁しのいだね。そんな力があるんだよ。伊藤君、ありがとう。ドッキリさせないね。演出。嫌な演出。すごいよねこれ。本当に予言台本。怖い。銭箱テラスは他にも軽食やスイーツやサウナ屋さん、ボグダルビー、ログダルビー。運賃接着は別となっておりますのでご了承ください。はい。
あれおかしいな。250万です。